こんにちは。大学の白山です。前回にね、この下張りまでできましたんで、この上にヒノキのフローリングを貼っていきます。これもね、揃えて貼っていきます。今回も前々回と同じように床を張っていきます。今回は和室の時と違って厚みは 15mm です。和室の場合は 30mm の杉でしたけどね、今回はヒノキの 15mm です。まず貼っていく前に大きな柱とか出ている箇所をくび切りします。今回は元々のフローリングの上に 9mm の捨て張りをしました。ですから 15mm の板の場合はくび切りのノコが入れにくいんです。こういう場合はもう実際に貼る板をノコ目1枚分だけ電気穴で削ってあります。その板に合わせてね、細かいノコを入れていきます。そうすれば実際の厚みでね、ノコを入れることができます。くび切りしているこの柱は大黒柱ですね。寸法は8寸あります。立派な柱ですね。昔はね、8寸はまあザラでしたね。この頃ね、大黒柱ってありませんよね。大きな家でも通し柱が4本の場合は大黒柱って入れれないんですよね。5本になって初めて中央の太い柱が入れられる。まあ大きい家になると12本ですか。12本入った場合は中央部分に太い柱が2本になります。昔から座敷ではなくて炊事場の方に近い方の中央部分の柱を大黒って言いましたね。で、座敷の方は小黒ですね。恵比寿とも言いますね。まあ今はもう名前すら懐かしいですよね。くび切りの準備ができたので全体の割り付けと木取りをしていきます。なかなかね、この家は新録ではなくて伸びのある関西間ですね。メーターモジュールに近いほど広い家です。ですから今の製品の幅ってうまく合いませんね。どうしても900灯のモジュールに合わせて板って作ってありますからね。貼り方として玄関のかまちに直角ですね、小口張りで貼っていきます。材料の少ない時は必ず木取りでも全部取ってしまいます。もう1枚足らなくても次の時もらわなダメですからね。それと貼る部分の形ですね。枚数が読みにくい複雑な形をしている場合は必ず枚数を出してあります。今回の場合ですと本当に1メーターぐらいが1枚残っただけです。ですから最初に数だけはもうきちっと確保する。それが一番大切な一手間ですね。それではまずはじめの張り出しをやっていきます。大黒柱はくび切りしたんですけども、結構難しい形になってますね。柱もありますし階段もあります。そして入り口に対しての額縁も変則的なのが立ってます。ですからこれを1枚合わすのは結構時間かかりますけども、頑張って光っていきます。まず1枚目を貼っていく場合は長さを先に切ります。で、長さをきちっとこう入れてやって、それから建物に対して直角に置いてやります。そして今回はこの薄い 2mm ぐらいのベニヤで同じ幅で定規みたいにして敷も柱も階段も何もかもスーッと筋を引けば癖がそのまんまこっちの板に移せるってことですよね。それがベストでしょうね。これだけの凸凹に合わすなんてなかなか合いませんね。そしてカンナで削り合わすんですけども、カンナもね必ず2丁使います。どうしても1丁ですとね、最初は調子高いですから、高いままつい横着で微調整もしてしまいます。そうすると一部分だけがへこんでしまうっていう可能性が出てくるんですよね。一部分だけがこのへこんでしまうともう取り返しがつかないんですね。
膨らんでるのはそこだけ殴ればいいんですけど、へこんだ場合は全部を削り落とさなあかん。ですから慎重に合わせてやることが重要ですね。加工ができたんで1枚目貼っていきます。貼るのは 15mm の円弧板の場合は 4mm タッカーで貼ります。長さは38です。貼るのも収めていくのも慎重にだまし貼っていくんですけども、一番大切なのは絶対に伏せ取りをチカッと取るってことですね。途中からもう抜くってことができないんですよね。抜く場合傷もつきますし板も割れてきます。ですから一発勝負ですから、とにかく癖を拾うのだけは集中してしっかり取ってやる。それが1枚目の基本中の基本ですね。2枚目からは楽ですね。両端の癖さえ知らうが、貼ってきます。1枚目に比べたら本当に楽です。こういういくつにも曲がった廊下ですとすぐ針じまいが来るんですね。全部上からかぶせて仕上げる。これもまた絶対の寸法を取らないとダメなんです。首切りの場合はもう中で余裕がありますからそこで逃げれます。でもこういう風に最後の寸法で合わせてかぶせて収める、こっちの方がもう難しいっちゃ難しいんですけどね。小さな一つ一つの面までもこの平ってやらないと合わない。張り出しですとその面の部分だけでも首切りができます。なかなか古いものに合わせてやるたんびに思うんですけども難しい仕事ですね。目を打とう。90点ですね。なんとか入りましたね。この先は楽ですよ。一枚一枚進んでいってくれます。このお宅の玄関ホールとこの廊下はね、もう本当に複雑な形でしたね。張り出し張りじまい、張り出し張りじまい、そしてまた張りじまい。本当に難儀な廊下ですね。今度はこの下の部分の小円を貼ってきます。小円と言ってもいいですし、式台とも言いますよね。まず割り付けですね。必ず高いところの割り付けで下へ下ろします。こういう同じような小口張りの場合は必ず上のラインを下まで下ろしてやります。その方がパッと入った時に感じがいいですよね。はい、スカタンクラーなよ。もう一本。
今回もオイル塗りは自分でします。なかなかね、塗装はもうノンプロどころか素人ですからね、養生だけはきちっとしてやります。このオイルはね、グロスクリアオイルって言いまして、まずしっかりと塗ってあります。そしてその後にそこそこ染み込まして、今度は拭き取ります。でしっかり拭き取って、もう一つしっかり今度は磨いていきます。3工程あるってことですよね。3工程あっても塗りっぱの仕上げじゃないですから、自分らでも塗れるってことですよね。一発仕上げのものはとても塗れませんね。では拭き取って磨いていきます。また杉と違ってね、ヒノキは磨いてやると綺麗になりますね。全体に赤みを帯びてね、本当に綺麗になってくれます。磨きがいがありますよね。紙紐入ってこうやって電柱でござるしてあるやろ。知らん。自分は福井県の敦賀市なので、近場の方でタイミングが合いましたら、家のリフォームや新築のご依頼を今後お受けしていきたいと思います。お近くでご興味のある方は概要欄に記載してある依頼フォームからお問い合わせください。これで玄関のリフォームできました。隙間待ちもつけて、フローリングともにヒノキです。最初のふわふわした床がもう丈夫になりました。これで安心して歩いてもらいますね。以上、大学社員でした。